ヤッホーとしきです。今回は無課金救済隠れ強キャラ演武の対ボス最強性能の解説ということで、今ねバージョン 1.0 でピックアップされているインリンガチャ皆さん引いてると思いますが、一緒にねピックアップされてるこの演武のおっちゃん持ってる方たくさんいると思います。このキャラは防御力依存で火力が決定するキャラなので、今ねまだリリースされて間もなくてリソースが足りてないこの世の中の中で、なかなか防御力のエコを育てるのって勇気がいりますよね。なので今回は僕が人柱になって演武のおっちゃんをめちゃくちゃリソースを突っ込んで育成してきて、なんとその中で対ボスにおいてかなり最強を誇る性能を発見しましたので、皆さんにご紹介したいと思います。今後マジで難しいコンテンツとか強いボスどんどん出てきて、そんな時にねこの演武が輝く時があると思いますんで、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、まずは今回使っていく演武の紹介とっていうか、もうレベル70でめちゃくちゃこいつリソース突っ込んだなっていうのがわかると思うんですけど、こんな感じの演武でどんな感じで使っていくのか、基本の動作とかどういう能力が対ボスにおいて最強格なのかっていうのを紹介してから実践に移っていきたいと思います。でまずレベル70で攻撃力は886なんだけど、防御力が2984という値になっています。とにかく防御力に全振りしてきたって感じですね。クリティカル系は厳選してないので、ここはシカとしていただいて大丈夫です。武器はこちら星4の近鉄の志、レベル70、防御力が上がるものを装備してきました。 50.9% って結構すごいよね。一応変装スキル使った後共鳴解放ダメージが 30% 入る仕組みになっています。ランク3まで精錬してあります。続いてエコーですね。来節の鱗の雷5セットを使っています。クリティカルと、ここは電動ダメージアップ、育ちきってはないんですけど、ここら辺はちょっとご容赦ください。であとは3つ防御力全部つけてきましたね。詐欺に関しては防御力 38.0% ってめちゃくちゃ強いですよね。そしてスキルとか性能の解説をしていきたいと思います。通常攻撃はね普通に攻撃力依存で、普通の攻撃なんで、ここはね全然皆さん上げなくて大丈夫です。全然レベル1でいいです。で共鳴スキルですね。演武のおっちゃんは共鳴スキルで柱を1本立てて、その棒の範囲内で攻撃すると自動的に雷の追撃、落雷が落ちますよっていうスキルになっています。でこちらが防御力依存のダメージになっています。なので防御力を全振りしてきたって感じですね。そして共鳴回路の欄はスキルで柱を出してオリジナルゲージがどんどん溜まっていくんですね。そのゲージがマックスになった時にスキルを長押しすると、こちらの走る陣雷状態という強強モードになります。続いて共鳴解放、こちらも防御力依存のダメージになっていて、共鳴解放を打つだけでも先ほどご紹介した走る陣雷強強モードに入ることができます。で今回この演武のおっちゃんを紹介する中で何が最強格の能力なのかというと、こちらの共鳴回路に戻ってきて、ここですね、走る陣雷強強モード状態では通常攻撃の範囲が拡大して敵の強振度を削る能力が上がる。これですね、銃撃の動きが速くなって強振度を削る能力が上がる。ジャスト回避後の反撃が素早くなって強振度を削る能力が上がる。今現在このバージョン 1.0 の状態で敵の強振度を削るみたいな、そういうバフがかかるのって演武のおっちゃんしかいなくて、かなりオリジナリティがあり、かつこれがめちゃくちゃ強いんですね。そして固有スキル見ていきましょう。共鳴スキル、柱を出してゲージがマックスになった時に柱から1回攻撃が起こるんですね。それがこのダメージなんですけど、そのダメージ倍率が 40% アップ。ここまではいいです。その後半ですよね。敵の強振度を削る能力が上がる。ここでも強振度削りが上がるんですね。で今回紹介していく中で一番やばいのがこれなんですけど、収装スキルですね。スキルの目標を中心に、さっきの柱ですね、柱を出した中心に落雷を起こして命中した敵の強振度を大幅に削る。これがめちゃくちゃ強いんですよね。でこの収装スキル注意点がありまして、よく読むとスキルの目標を中心に落雷を起こしと書いてあります。つまり共鳴スキルで柱を敵の近くに置いておいて、それから収装スキル、キャラの入れ替えを起こさないと当たらないってことなんですね。ただ結果から言ってしまうと、このスキルが一番敵の強振度を大幅に削ってくれるんで、なんとかして当てたいんですね。そんな時はここの一番上を解放してください。ここを解放すると、演武が戦闘中にオリジナルゲージが完全に溜まっていない時に退場した時、つまり収装スキルを使った場合、柱を一つ残すと書いてあります。収装スキルを打った時に柱を残してからちゃんと収装スキルが発動するので、いちいち敵の近くに柱を置いてみたいなことはしなくてよくなるんで、これねめちゃくちゃ便利でした。はい、といった感じでざっくりと説明してきましたが、とにかく強振度削りがやばいよっていうキャラになってます。さらに加えて共鳴解放を打つだけでも強強モードに移行することができるんで、普通にスキル長押しで走る陣雷状態が終わってしまったら共鳴解放を打つことで
でもう一回つよつよモードに入ることができますんで、これもね、後で実践しますから目で見て参考にしてもらえたら嬉しいですね。で、もろもろ終わったら収装スキルで敵の強振度を大幅に削ってメインアタッカーに交代する。この流れが対ボス戦で、なんていうんですかね、わかりやすく言うと、僕が今使っているメインの火力パーティー、キエン、モルトフィー、ベリーナのパーティーがあるんですが、そのパーティーで戦うよりもマジで快適にボスと戦うことができたんで、マジでこれおすすめしたいですね。ちなみにこちらが今回の演武の凸効果になっています。4凸までしていますね。1凸と2凸はダメージに関わらないんですけど、3凸目ぐらいからちょっと変わってきます。3凸目が共鳴スキルで柱を置いた時の共同攻撃が命中すると防御力の 20% 分のダメージがアップします。そして4凸目ですね。実はこれ僕動画作る前までは3凸目だったんですけど、この動画のためにリアルリソースも突っ込んで1凸ゲットしてきました共鳴解放を打った時に演武の防御力 200% 分のシールドを10秒ゲットできるんですね。これがマジで便利でした。で、もちろん無課金の方で無凸でも全然大丈夫です。全然ね、無凸でいけるんでご安心ください。はい、それでは検証やっていきたいと思います。まずは演武自身がどれだけ強振度を削る力があるのか、防御力2900台でどれだけダメージが出るのか見ていきたいと思います。その後僕のパーティーで一番火力の高いキエンレベル70で、持ち武器もレベル70のキャラがどれだけ違うのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、それではやってみたいと思います。まずはスキルで柱を出します。この範囲内で攻撃すれば追撃が起こる仕組みですね。はい、通常の減りがこんな感じですね。ジャスト回避攻撃でも結構ゴリッと減りますね。はい、こんな感じの減り方でした。まあって感じですよね。はい、次は強化モード、つよつよモード入って柱を出して攻撃してみます。そうすると、はい、見ましたかね、ゴリッと削れてんの。このスピードで削れたらめちゃくちゃやばくないですかね。はい、もうダウンしますね。はい、ダウンしましたね。この異常なダウンの速さ、見えましたかね。これを行うことができれば、じゃんじゃんメインアタッカーに切り替えて、例えば短金みたいなね、自傷ダメージで HP が減ってしまって、プレイヤースキルが求められるキャラだとしても、ダウン中だったら安全に攻撃できますよね。これマジ強いですね。続いて今現段階で最強火力キエンでやってみたいと思います。はい、こんな感じで共鳴もう解放打ちますよね。はい、普通に戦う感じで戦ってみたいと思います。はい、こんな感じで強振度削りがこんな感じ。ごめんなさい、強振度ですね。はい、ダメージも結構出てますよね、やっぱり。結構やっぱり限定星5なので強振度削りも強いかって感じですね。でもこれって限定星5と比べて遜色ないってことは演武がめちゃくちゃ強いってことなんですよね。やばくないですかこれ。見た感じ強振度削りはほぼ互角で、ダメージはキエンの方がやっぱり高いかなって感じですね。ちなみにこのまんま収装スキルも紹介していきたいと思います。こんな感じでゲージが溜まっていない時に固有スキルのおかげでキャラをチェンジするとこんな感じで柱を勝手に置いてくれるんですね。はい、溜まりましたね。そしたら敵の近くでキャラチェンジをしてみたいと思います。どれぐらい削れるのか。ドーン。うわ、めちゃくちゃ、いや見ましたかね、めちゃくちゃ削れましたね。もうほぼほぼどんぐらいだろう、一気に 20% ぐらい減りましたかね。いやめちゃくちゃやばいですね。はい、でこのまんまベリーナで回復して切り替えればもうこれでダウンですね。変装スキルでも結構強振度削れるんですよね。いかがですかねこれ。ダウンさせてしまえばその後安全にメインアタッカーで戦うことができるんで、ほんとね対ボスにとってはめちゃくちゃ有効なキャラになってるんですね。それではフィールドボスはめちゃくちゃ簡単にね強振度削れることが分かったんで、もっと高難易度コンテンツでやってみたいと思います。ホロタクティクスの哀説の強調の難易度3でいきたいと思います。スキルを出して強化モードに入ります。はい、これでじゃんじゃん殴っていくんですけど、このね難易度3になると結構敵も硬いんですが、これね結構早い方です、削れるのがね。はい、強振度をご覧ください。みるみるうちに減っていきますね。今4凸目のシールドもついてるんですが、はい、いかがでしょうか。こんな感じの削れ方です。ちなみに、はい、今ゴリッと削れましたが、それはシカとしていただいてキエンで戦ってみたいと思います。どのぐらい減るのか。はい、キエン君もやっぱり同じ感じですよね。パリーが発動してゴリッと削れたんですけど、やっぱり強振度の減りは少ないですよね。はい、こんな感じで全然いくらキエン君でもなかなか減らすことはできないですね。もうちょっとで強振度削りきれるかというところは結構厳しいですね。やっぱり高難易度になってくると敵の強振度もめちゃくちゃ硬くなるようですね。でここからが一番おすすめしたい戦い方なんですが、今後高難易度コンテンツエンドコンテンツでボスと戦う時、このような硬い敵と戦う時も活用できるテクになってますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、まず強化モードになったらガンガン殴っていく
くんですが、はい、結構やっぱり硬いですよね。そしたらもう変装スキル溜まったらすぐにメインアタッカーに切り替えます。これで、収装スキルと、起源の変装スキルで5リット減りましたね。でもう今変装スキル溜まってるので次また演武に戻します。これでも5リット減ります。はい、共鳴解放打ってでシールドをとつってればつくんですけど、つかなくても大丈夫で強化モードに入ってまた5リット削りながら変装エネルギーを貯めていきます。はい、溜まったらもう切り替えですね。はい、これでもうすぐにこんな感じで強振度を削ることができるんですよね。これめちゃくちゃやばくないですかね。で気づいたらダメージも結構入ってるんだよね。危なくなったらヒーラーに切り替えてこんな感じで回復していくんですが、ここで共鳴解放を打って、回復してもまた競争エネルギーが溜まって演武のおっちゃんに切り替えられますよね。はい、またスキル出してじゃん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 攻撃して、ゲージも貯めていくんですけど、変装エネルギーが溜まっちゃったらもう全然キャラ切り替えでOK です。はい、こんな感じで、はい、強化モード入りますね。ガン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 攻撃して、はい、もう溜まったらすぐ入れ替え、5リット削れた。はい、共鳴解放も打っていく。ここね、本当にメインアタッカー誰でもいいので、こんな感じで、入れ替えをどんどんやってみてください。はい、こんな感じで、さっきよりも全然楽に、快適にボスバトル過ごせましたね。いかがでしたでしょうか。もちろんですが、インリン大好きで、インリンをメインで使いたいっていう方にもおすすめですね。普通にインリンで戦っていくんですが、追撃をつけたりとかして、はい、もう交代できるときはすぐ交代します。で共鳴解放を打って、はい、ガンガン殴っていきます。 OK ですね。はい、パリーも取りやすいっていうのがナックル系のうまみですよね。はい、切り替わって5リット削れた。共鳴解放も打っていく。そしたらそろそろ追撃もつけたいですよね。ちょっとちゃんと攻撃を避けて OK、 危ないですね。つけたら、はい、またもう切り替えて強振度削って、ここでもう強化モードですね。はい、ゴリゴリ削っていきますね。もうちょっとだ頑張れ。めちゃくちゃ速いですよね。やっぱ追撃も強いですね。インリンのもう削れましたね。ありがとうございます。そしたら自分のね好きなインリンに切り替えてじゃんじゃん攻撃するもよし、また演武のおっちゃんで殴っていくもよしって感じで、はい、気づいたらめちゃくちゃダメージ入ってますよね。てか気づいたら防御力上げても結構火力出てるんですよね。マジでこんな感じでキャラ入れ替えのこの変装スキル収装スキルが演武のおっちゃん強すぎて死んだ。これもう全然演武とベリーナだけでも戦っていくことができるぐらい強振の削りが半端ないので、マジでおすすめですね。いやー強いっすね。ぶっちゃけですが、こんな感じで共鳴解放打ったら結構デカめのシールドもらえるんで、本当にねこの演武のおっちゃんいいなって思ってくれた方は4凸マジでおすすめします。といった感じでちょっとバタバタしてしまいましたが、いかがでしたでしょうか。今回のインリンガチャで演武ゲットした方、もちろん何度も言いますが、インリンではなくてカカロもいなくてキエンも引いていなくてメインアタッカーが主人公の方、もしくはタンキンちゃんを安全に使いたい方もマジでおすすめですね。ぜひねここまで見て演武のおっちゃんいいじゃないかと思った方は防御力のメインのエコ取っといてくださいね。はい、ということでいかがだったでしょうか。無課金救済隠れ強キャラ演武の大ボス最強性能解説でしたが、いやマジで思ってるより演武いいじゃんって思ってくれた方いっぱいいるんじゃないですかね。もちろんね星5キャラの方が性能が強かったりするんですが、星4キャラの中では演武結構粒だったいい性能してるんで、気になった方はぜひ育成頑張ってみてください。個人的にね今回のような星4キャラでどう戦うか、無課金美課金の方がどうやって火力を出すかみたいな情報が結構好きだったりするんで、今までの原神の経験も活かしてどんどん動画出していきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上としきでした。さようなら、バイバーイ。